はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はすごく、あったかいですね。あったかすぎですね。ですのでついつい出てきてしまいました。もう上着の、中の段は完全に外しました。それでもちょうどいいぐらいで、この後まだまだ気温が上がるようなこと言ってますんで、今日はなんか東京地方も最高気温がね20度近くまで上がるような話がしてましたけど、すごくあったかいですね。天気もまあまあ上々の感じで、バイクで出ましたが、残念ながら今日も一人です。今日も妻がですね仕事なんですね。妻の仕事は交代制なもんですので、なかなか私の休みと合わないんですね。ですので、ちょっと残念なんですけど、今日も一人です。妻は看護師をしてましてね、で交代制で、夜勤とかあったりするので、私は暦通りのお休みをいただいて仕事をしていますんで、今はですね。ですので、そういった関係でなかなか休みが合いません。次は一緒に走れるかなっていう感じですかね。で今日は一人でちょっと山の方にあったかいんで、もうそろそろ行けるのかななんて思いながら走り出しました。どんな状況なのかちょっと山の方見ていきたいと思います。ちょっとダメそうだったら途中でちょっと U ターンしてこようかなというふうに思ってます。ブログを始めていろんなコメントをいただいている中でですね、先日こういうコメントをいただきました。リターンライダー63さんは年齢が64になってもリターンライダー63ですかって言われたんですけど、その通りです。年齢が上がってもこのリターンライダー63というブログの名前は変えません。63歳の時にブログを始めましたので、一応、リターンライダー63という、固有名詞でずっと行きたいなと思ってます。よろしくお願いします。ご視聴いただいている皆さんからね、いろいろコメントいただいて、本当に励みになりますね。私お伝えしたことを、真摯に受け止めていただいて、大変勉強になるとかですね、言っていただけると本当にお話ししてよかったなっていうふうに思ってます。これからも特にですね初心者と言われる免許取って間がないとか、私の妻もそうなんですけど、自分の妻にちょっとかぶさってですねお話をしている部分が結構ありますので、そうした方とかですね、特にですねリターンライダーですから、リターンライダーの方に参考になればということを、考えながらお話をこれからもバイクを安全にですね楽しく乗るためのお話をしていければなっていうふうに思ってますんで、これも重ねてお願いします。私がお話しするのは、白バイに乗っていましたので、白バイに乗っていた過去の経験則等々ですね、含めて、これまで免許取ってバイクに半世紀近く乗ってますので、そうした経験も踏まえてですね、楽しく、そして安全にですねバイクに乗る方法をお伝えできればというふうに思ってますんで、お聞きいただければというふうに思います。
さっき晴れてたのに雨降ってましたなんですか、俗に言う狐の嫁入りなんてね、昔言いましたけどね、晴れてるのに雨が降るなんてね。あ、今もちょっと降ってきましたね、パラパラパラっとね。これ青空が出てるのにパラパラパラっと降ってきました。いわゆる狐の嫁入りですかね。まあ毎度言いますけど、この BMW S1000 がある、まあ納車して半年ぐらいになるんですけど、まあ、本当にいい走りをします。ただ1点だけ欠点があります。欠点なのかな、1点だけ、1つだけ、もう少しこれなんとかしてくれればなと思ったっていうのがね、燃費がまさにパワーがあるんで、燃費があまり良くありません。はっきり言って私が乗ってる車より燃費悪いですね。本当に良くないですね、燃費ね。もうちょっと走ってくれればなっていう感じしますね。そこだけです、難点は。あとはもう特に、はい、燃料も廃屋でありますので、本当燃費だけですね。もう少し、もうちょっとだけ本当は走ってほしいなっていうふうに思います。その足荒い運転してるわけじゃないんで、なるべく燃費が伸びるというか、安全な速度で走ってますし、無理な急発進急加速もしてないんですが、その中であまりね燃費が伸びていかないっていうのはちょっと残念だなっていうふうに思ってます。あとはもう最高のバイクです。ちょうどバイクのお話ししたんで、バイクのお話っていうか、私が今ちょっと興味を惹かれてるバイクが何台かありますので、それちょっとご紹介をしたいなと思います。S1000 があるに乗って次っていうかですね、乗ってみたいな、乗ってみたいっていうか、乗るのはね、今レンタルでいくらでも乗れるんで、乗ろうと思えば乗れますけど、乗りたいっていうのは持ちたいっていうことですね。オーナーになりたいっていう意味であります。一つはね、やっぱり BMW なんですけど、R90 ですね、スクランブラー、水平対向のね、以前トム・クルーズがミッションインポッシブルっていうね、ミッションインポッシブルですかねっていう映画の中で乗りましたけどね、水平対向のエンジンにね、やっぱり一度はね乗ってみたいなっていう気はありますね。話に聞くと重心がすごく低くてコーナリングもしやすいっていう感じらしいですけど、そういうの聞くとね余計乗りたくなりますよね。水平対向エンジンどういう感じなのかななんてね思いますけどね。この S1000 を買うときにはっきり言ってね悩んだんですよ。 R90 どうしようかななんてね。で結果として S1000 を選んだということですけど、でもう一台はやはり水平対向、やっぱり BM なんですけど、R1250、RS ですか、この水平対向のツアラですよね。カウリングのついた、長距離ツーリングにはもう最高だという話もありますので、ちょっとね乗ってみたいなという感じしますね。結構降ってきましたね。大丈夫かな雲がいっぱいある方に向かってるような感じもしないじゃないですけど、いいか
出てきちゃいましたからね。それで戻るのもね、ちょっとなっていう感じですかね。まあそのうちやむでしょう。でR1250RS はもうこの4気筒の S1000R の音も私はすごく好きでいい音なんですけど、 R1250RS の音もなかなかね、水平対向2気筒なんですけどね、あれもなかなかいい音なんですね。やっぱり R19 とはまた違う、同じ水平対向なのに音がちょっと違うような感じがします。聞いててですよ。私乗ったわけじゃないんですが、そういう感じがしてます。で次もう一台はですね、やっぱり最後に乗った白バイですかね。自分自身でね、自分が ホンダの CB1300 SB ですかね、スーパーボルドールね、CB1300 ができて30周年なんですよね、あれね。結構古いんですよね、あれね。で30周年なんでアニバーサリー記念車かなんか出しましたよね、ホンダがね。白バイちょうど来ましたね。なんか話してたら対向に来ましたね。非常に乗りやすいバイクですよね。で白バイでも、1年半ぐらい乗りましたかね。いいバイクでした。よくできたバイクで、だから自身でも持って乗りたいなって感じはしてるんですけど、どうなのかなってね、興味はすごくあります。あれもツアラですから、長距離ツーリングでね、カーリングもついてるし、非常に走りやすいのかなっていう感じがしてます。CB1300 スーパーボルドーズね、ちょっとね惹かれますね。やっぱり世界のホンダっていうぐらいですから、よくできたバイクですよ、あれは本当に。自転車も来ますね。今日は、青梅マラソンの日ですね。ですので青梅街道だとか向こうの方はもう人でいっぱいでしょうね。車も通行止めだし、だからあえてそちらには行きません。まあ今ちょっと気になってるのはその3台ですかね。今申し上げたね。どうしてもハーレーとか、そういった系統のアメリカンタイプですかね。そういうのには私ちょっと乗ろうとは思わないんですよ。やっぱりツアラーとかこういうネイキッドスポーツみたいなのになんか乗っていたいみたいな。やっぱり白バイに乗ってたからそう余計感じるのかもしれませんけどね。ゆったり、都市なんでゆったりとアメリカンタイプで、ツーリングを楽しむっていうのが一つのバイクの乗り方としてはあると思いますけど、私はどっちかというとなんですかね、コーナーをこうやって普通に走る
バイクの走りを楽しむみたいな方を、まだまだ選びたいなっていう感じですかね。結局はアメリカンタイプ多分乗らないと思います、最後まで。はい。こっちの方はいつ来てもいい感じですね、感じがね。本当に走りやすい道です。やっぱり山が近づいてきたんで、ちょっと気温がね、下がってきましたね。それでもいつもの2月考えると全然暖かいですよね。こういう株ね、しっかりとニーグリップをしていきましょう。そうすればバイクは素直に曲がってくれます。ニーグリップしてカーブの先の方を見る。おお、濡れてるほら、雪残ってますねこの間の雪ですね。先週だったですね。おお、で私普段考えているっていうかですね、こういうバイク乗り嫌だなっていうのがあるんですね。こういうバイク乗り嫌だなって一つ目は、車の間をこうすり抜けていくね、バイクありますよね。もう嫌ですね。特に渋滞してる車の間をひゅいひゅいね、すごい勢いですり抜けていくバイク、なんかやめてほしいなって思いますね。みっともないというかね、ですかね。車乗ってる人から見ると何っていう感じですよね。あれ危ないですよね。もうギリギリのところ行きますからね。妻が嫌いな下りのカーブ入りました。もう雪残って濡れてますね。気をつけましょう。いや大変だ、自転車頑張って
おお、膨らんでる。危ないね、あの軽自動車。すごいね。危ねえどうしたんですかね。こんな勢いで曲がんなくてもいいと思うんです。危ないですよね。まあ小沢峠久々ですけど、まあまあ満喫したというか、なんだろう普通でした。ちょっと端っこに雪が残ってましたけどね。でも大丈夫ですね。今日はあったかいし。で、さっき申し上げたように、こんなバイクやだなっていうのは、もう本当間すり抜けバイクね。もう本当に事故を起こすもうギリギリのところで行くじゃないですか。あれはね、私が見ても嫌だし、他のドライバーから見てもね、なんだよバイクはっていう風に見られてしまうので、できればやめてほしいなっていう風に思います。なんかね、バイクはね、車の間をすり抜けて前に行かなきゃいけないんだっていうような衝動に駆られてしまうのかどうかよくありませんが、まあ、そういうバイク多いですよね。で、これはね、今から40年ぐらい前ですかね、まあ、交通ルールとしてあんまり私としてはですよ、あんまり良くないルールがあって、2段停止線っていうのがあったんですよ。2段停止線、これはね、停止線が2本書かれてるの、信号のところに、交差点の。で、一番前の停止線は二輪車用って書いてあるんですよ。二輪車用で、後ろの停止線がまあ四輪車用ですので、ね、信号が赤の時は二輪車が後ろから来たら全部前に行って前に並んでいけみたいな。一番前から青になったら最初に二輪車が出てって、その後四輪車が行きなさいみたいなルールがあったんですよ。はい。で、ちょうど私が20代の頃で白バイに乗ってた時代でしたので、もう本当にバイクはね、信号で渋滞している車の横をすり抜けて、その二段停止線のところに溜まって何台もで、信号が青になったと同時に用意ドンで行くんですよ。あまり良くなかったですね。で、当時なんでそういうルールを作ったかというと、交差点でバイクと、まあ、車のね、巻き込み事故とか、まあ出会い頭とか接触とかね、結構多かったんで、まあ、バイクを守るためにそういうルールにしたんだと私は思いますけど、まあいいルールじゃなかったですね。まあ、そういうルールが10年ぐらい続いたかな。で、今はもうないですよね。ないってことは良くなかったってことですよ。だから良くなかったのでなくしたんだよね。で、それをずっと引き継いできてた人が亡くなっても、バイクは車の横をすり抜けて前に行かなければいけないみたいな、それを見てる若いライダーが真似をする。で、今もなんとなくバイクはとにかく車の前に行かなきゃいけないんだっていう、まあ、意識が広がってしまったということなのかなって私はなんとなく思います。まあ年配の皆さんはね、二段停止線覚えてると思いますけど、あれは良くなかったですね。まあ、それが、まあ、そうしてるのかなって私で個人的にはそう思うんですけど、すり抜け運転ね、バイクね、やめましょうね。危険です。そうです。今日は有馬ダムにちょっと久々に様子に行きました。バイクいますね。もうこのあったかさでね、来るね、バイクはね、来ますよ。来ない方がおかしい、逆に。今日はね、通は仕事じゃなければね、一緒に行きたかったなと思ったんですけど、で2つ目、
2つ目のね、こういうバイクの乗り方やめてほしいっていうのは、合図も出さずにね、右折左折したりね、進路変更するバイク、これ危ないですよね。いますよね。合図ぐらい出してよと。で、合図は出すんだけど、右折する瞬間、左折する瞬間に合図出すとかね、進路変更する瞬間に合図出すとかっていうバイクも嫌ですね。危ない。合図って何のため出すのっていうことがね、よく分かってない。通行止めですね、今日車両通行止め。残念ながら入れません。有馬ダム来ましたけど、今日はなんか雪が残ってるということで通行止めですね。中入れませんね。諦めて帰りましょう。ちょっと残念ながら有馬ダムが入りませんでした。しょうがないですね。雪はまだだいぶ奥の方残ってるようで、話途中になりましたけど、ウインカーを出さないでね、ウインカーも出さないで右折左折するバイクとか、進路変更をねするときにウインカーも出さない、危ないですよね。危ないしね、ウインカーを出す目的っていうのは分かってないですよね。なんか曲がる寸前にウインカー出す人も自分で納得するためにウインカーを出してんだみたいな、そういうノリで多分出してると思うんですけど、ウインカーってそういう意味じゃないですからね。ウインカー出す目的っていうのは周りの人に自分の次の行動を知らせるという目的があります。私は次この信号曲がりますよ、後ろの人気をつけてください、周りの方も気をつけてくださいよっていう意味で出すわけですよ。自分の意思を表明するみたいなね、そのために出すわけですよ。ですからとっても大事なことなんですよね。それが分かっていないっていうことであります。バイクの灯火類、車もそうですけど、灯火類に関しては周りの人に意思表示をするためにつけているんだっていうことをですね、もう一度再確認してもらいたいなっていうふうに思います。で3つ目の嫌なバイク、いると思いますよ。タバコを加えながらね、走ってるバイクっていうか乗ってる人ね、やだね、本当嫌ですよね。なんで走りながらタバコ吸うのかな、加えタバコでね、それもね。で見ててもね、マナーが悪いっていう感じがしますし、不快ですよね、不快。そんなに吸いたければ止めて吸えばいいじゃないのってね、端止まってですよ。なんで走りながら吸うので、その最後の吸い殻はどこ行くのみたいな。ほぼほぼ道路にポイ捨てじゃないですか。そうでしょ。道路にポイ捨てするわけですよ。道路は灰皿ではありませんって私は言いたいですね。見ててね、やっぱり不快ですよね。やだな、やめてほしいと思います。次に嫌なバイク、これはね、車乗ってる人は特に思ってると思うんですけど、私も車運転するんで、バイク見るとなんか守ってあげたいなみたいなね、バイク先行かせてあげたいとかね、気持ちはあるんですよ。自分も乗りますからね。
事故を起こさないといいけどねみたいな。でもね、後ろぴったりくっついてさ、車間距離も取らずになんか走ってるバイク、車乗ってて嫌ですよね。なんかね、嫌だ。で見ててもね、自分の車に疲れてなくても他の車の後ろにぴったりと張り付いて走ってるバイク見てるとなんか怖くなっちゃいますよね。何が怖くなるかというと、車の方が圧倒的にブレーキ効きますから、圧倒的に車の方がブレーキ効く。ですので急ブレーキをかけられたら止まれないですよ、バイクは後ろで。そんなに車間距離詰めて走ってたらもう 100% 追突しますよみたいな感じじゃないですか。だからね、見ててね、心配になっちゃうな。というとこですね。そういうバイクの乗り方はやめましょう。なんとなく最近気になったね、バイク、そういう人たちがあるのでちょっとお話をしておきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと雨交じりで、寒くないのでバイクで走るにはちょうどいいのかなって思いましたけど、ちょっとねこの雨が降ったりやんだりが残念でしたけど、有馬ダムへの道は雪は若干残ってましたけど、問題なく走れましたね。ただ有馬ダムには入れませんでした。でも有馬ダム見ましたからね、それはそれで良かったのかなという感じします。本日もご視聴ありがとうございました。次は妻との2台での走りを、投稿できたらと思ってます。それでは皆さん、リターン台で63でした。ご安全に。